あなたはクビよ。こんな犯罪者がいる会社の企画なんて協力したくない。あなたが辞めないんなら私が降りる。その言葉に社長室の空気が凍りついた。たった数日前、夜道で暴漢に絡まれている女性を助けただけなのに、なぜか今、その女性から襲われたと証言され、俺は会社を追われようとしている。人気インフルエンサーである彼女の言葉には絶対的な力があった。すまないが。社長の声が震えている。俺の目の前がぐらりと揺れた気がした。でも現実は何も変わらない。俺が辞めないと、ここまでお世話になった会社が倒産の危機に陥るのだ。わかりました。辞表を提出します。俺の声が妙にうつろに響く。窓の外ではいつもと変わらない朝の日差しが差し込んでいた。たった数分で俺の日常は完全に崩れ去ってしまった。その時の俺には知る由もなかった。この予想もしない解雇が実は緻密に計画された罠の始まりだということに。そしてこの事件が俺の人生を大きく変えることも。俺の名前は田中紅夫。大手の化粧品メーカーでデザイナーとして働いている。田中さん、また今日も残業ですか？帰り支度をしていた後輩の声に、パソコンに向かっていた俺は顔を上げた。夜の9時を回ろうとしている車内はもう誰もいない。ああ、ちょっと、この企画のデザイン気になるところがあってさ。でも部長もこれで十分って言ってましたよ。後輩の心配そうな声に俺は優しく微笑んだ。確かに部長は OK を出してくれた。でもまだ何かが足りない。そんな気がしてならなかった。でもな、この商品を手に取る人の顔を思い浮かべると、もうちょっと何かできる気がするんだ。パッケージデザインの画面に目を凝らす。そうですか。でもほどほどにしてくださいね。コーンを詰めすぎて倒れられたら困りますから。わかってるよ。俺は軽く手を振った。後輩は後ろ髪を引かれるような素振りを見せながらもオフィスを後にした。ここ数年、俺は特に目立った仕事はしていないし、華々しい評価を得ているわけでもない。でも、ここまでこだわるのには理由があった。俺はデザインの本質は人の心に寄り添うことだという信念を持っている。どんなに技巧を凝らしても、受け取る人の心に届かなければ意味がない。だから俺は派手さや奇抜さを追い求めるのではなく、商品を手に取る一人一人の気持ちを想像しながらデザインを作り続けてきた。今回の商品は働く女性向けのハンドクリーム。長時間のデスクワークで疲れた手にほんの少しでも癒しを届けたい。そんな思いでパッケージの曲線の一つ一つにこだわっている。机の引き出しから古いファイルを取り出す。そこには以前の顧客アンケートや実際に商品を使っている人たちの声が詰まっている。俺は常にこうした生の声を大切にしてきた。そうか。ふと気づいたようにマウスを動かす。パッケージの端に施された曲線をもう少しだけ柔らかく、色調もほんの少しだけ温かみのある方向へ。小さな変更だけど、きっとこれで商品を手に取った人の心にもう少し近づけるはずだ。誰かに評価されるためではない。ただ、この商品を通じて誰かの日常に小さな幸せを届けたい。そんな思いが俺のデザイナーとしてのやりがいであり、誇りでもあった。仕事を終えて会社を出たのは結局夜の10時を回っていた。肌寒い秋に首を縮めながら俺は駅へと向かう。遅い時間だから人通りはめっきり少なくなっている。お願い、やめて。細い路地の向こうから女性の声が聞こえた。俺は立ち止まる。なあ、そう冷たくすんなよ。ちょっと飲みに行こうぜ。いや、酔った男の声とそれを必死で拒む女性の声。俺は躊躇なく声のする方へと走り出していた。路地を曲がるとスーツ姿の男が若い女性の腕を掴んでいる場面に出くわした。女性の表情には明らかな恐怖の色が浮かんでいる。おい。俺は低い声で男に呼びかけた。男が振り向く。見るからに酔っ払っている。ああ、なんだよお前。その女性嫌がってるだろ。手を離せ。ああ、関係ねえだろ。俺らの話に余計な口出しすんな。男は女性の腕を掴んだまま俺に向き直る。
酒臭い息が漂ってきた。警察に通報するぞ。俺はスマートフォンを取り出しながら男を睨みつける。男は一瞬たじろいだように見えた。めんどくせえな。男は女性の腕を乱暴に離すと、舌打ちをしながらよろよろと立ち去っていった。大丈夫ですか？俺は慎重に距離を保ちながら、怯えている女性に声をかける。彼女は小さくうなずいたものの、まだ体を震わせていた。ありがとうございます。声を震わせる彼女を見て、このまま返すわけにはいかないと直感的に判断した。警察に被害届を出しませんか？それとも、どなたかお迎えの方を呼びましょうか？ああ、彼女は俺の顔をじっと見つめた。その大きな瞳にまだ不安の色が残っている。大ごとにはしたくないので、警察はちょっと、そこの大通りでタクシーを拾って帰ります。わかりました。念のため俺も同行します。俺は安心させるように微笑みかけ、大通りまで案内することにした。途中、彼女の緊張をほぐそうと、さりげない会話を心がける。お仕事帰りですか？はい。撮影が長引いてしまって。そういえば、彼女の洗練された立ち居振る舞いは、どこかモデルのようだった。ここまでで大丈夫です。大通りについてもなお、震える指先で携帯を握りしめる彼女を見て、俺は思わず眉を潜めた。この時間、また同じような事件に遭うかもしれない。そう考えると、このまま返すのが心配になった。何かあったらご連絡ください。俺は名刺を一枚取り出すと、丁寧に差し出した。デザイナーという肩書きが印刷されたシンプルな白い名刺だ。彼女はその名刺をまるで何か大切なものでも扱うようにそっと受け取った。田中紅夫さん。彼女は俺の名前を何度もゆっくりと読み返している。もし何かあればいつでも構いません。俺に連絡してください。はい、ここまでしていただいてありがとうございます。彼女は俺の名刺を大切そうにバッグにしまいながら柔らかな微笑みを浮かべた。ちょうどタクシーが来た。乗り込んだ彼女に俺は軽く会釈をしてタクシーが見えなくなるまで見送った。夜風が俺の髪を揺らしていった。数日後、突然の社長の呼び出しに俺は首をかしげながらエレベーターに乗り込んだ。朝一番での呼び出しは珍しい。デザインの修正案を昨日メールで送ったばかりだが、それにしては早すぎる反応だ。社長室の扉を開けると、そこには先日助けた女性が座っていた。いや、今の彼女はあの夜とは別人のようだった。高級ブランドのスーツに身を包み、完璧なメイクを施した彼女は冷ややかな視線を俺に向けている。君はあの夜の…あら、覚えてるの？彼女は勝ち気な表情を浮かべていった。社長は難しい表情で俺を見つめている。田中君、この方は平山レミさん。フォロワー数百万を誇るインフルエンサーで、今度の大型キャンペーンのイメージキャラクターなんだ。俺は息を飲んだ。その名前は知っていた。会社が半年かけて企画した新商品のプロモーションで起用が決まったばかりの人物だ。その企画の成否は会社の今後を左右するほどの重要案件だった。レミさんは冷たい目のまま俺を指さした。社長、確かにこの人です。私はこの人に襲われました。レミさんの言葉が社長室に響き渡る。証拠もありますよ。防犯カメラの映像が。彼女はスマートフォンを取り出すと動画を再生した。確かにそこには俺が彼女の腕を掴んでいるように見える場面が映っていた。違います。誤解です。私は彼女には指一本触れていません。そんな言い訳するの？私嘘なんて言わないよ。レミさんは楽しそうに微笑んだ。その表情はあの夜怯えていた人と同一人物とは思えなかった。あなたはクビよ。こんな犯罪者がいる会社の企画なんて協力したくない。あなたが辞めないんなら私が降りる。フォロワーのみんなにも全部説明しないと。セクハラ社員がいる会社からお仕事が来たっていうタイトルはどうかな。待ってください。社長が焦った様子で声を上げる。田中君、すまないが。
社長の声が震えている。俺の目の前がぐらりと揺れた気がした。でも、現実は何も変わらない。俺が辞めないと、ここまでお世話になった会社が、倒産の危機に陥るのだ。わかりました。辞表を提出します。俺の声が妙にうつろに響く。窓の外ではいつもと変わらない朝の日差しが差し込んでいた。たった数分で俺の日常は完全に崩れ去ってしまった。会社を追われてから1週間が経っていた。行きつけの公園のベンチに腰掛けながら俺はため息をつく。新しい就職先を探さなければいけないのは分かっている。でもデザインの仕事は実績が全て。突然の退職ではろくな評判が立たないことは目に見えていた。田中、紅尾さんですよね。ふと背後から声がかけられた。振り返ると、そこには穏やかな佇まいの女性が立っていた。スーツ姿が完璧に決まっている黒髪の美人で、表情には不思議と親しみやすさが漂っている。はい、そうですが。突然お声掛けしてすみません。私、感動化粧品株式会社の烏山伊調と申します。女性は名刺を差し出した。感動化粧品の名は知っている。業界では新進気鋭の企業として注目を集めている会社だ。田中さんが会社を辞めたという噂を聞いて探していたんです。以前から田中さんのデザインは存じ上げていましたから。俺のデザインを思わず聞き返してしまう。目立たない仕事しかしていないはずなのに。特に去年の優しい手シリーズのパッケージは素晴らしかったです。あのハンドクリームを手に取った時、思わず涙が出そうになりました。商品を受け取る人の気持ちがこんなにも丁寧に描かれているデザインを見たのは初めてでした。伊調さんの瞳が熱を帯びる。俺は困惑気味に首をかしげた。でも、あれは特に評価されたわけでもありませんが。だからこそです。伊調さんは俺の言葉を遮るように続けた。派手さや真新しさではなく、使う人の心に寄り添おうとする。そんな田中さんの姿勢に私は強く惹かれました。伊調さんは俺の隣に腰掛けた。田中さん、うちで働きませんか？実は新しいブランドの立ち上げを計画しているんです。その中心となるデザイナーとして田中さんにお力を貸していただきたい。人々の心に寄り添うデザインを田中さんとなら作れると信じています。その言葉にはどこか切実なものが感じられた。公園の木々が風に揺れる。どこからか鳥の鳴き声が響いてきた。考えさせていただけますか？もちろんです。伊調さんは優しく微笑んだ。帰り道、俺は伊調さんの言葉を何度も反芻していた。人々の心に寄り添うデザイン。その言葉は、これまで俺が大切にしてきたものと確かに重なっている。部屋に戻って、以前手掛けた商品のパッケージを眺めた。派手さはないかもしれない。でも、使う人の気持ちを第一に考えて作った自信作の一つだ。あの時のレミさんの言葉が蘇る。首よ。というその一言で、全てを失ったように思えた。でも、本当にそうだろうか。俺の大切にしてきたもの、デザインに込めてきた思いは何一つ変わっていないのではないか。伊調さんは、そんな俺の本質を見抜いてくれた。そこには、きっと偽りのない共感があったはずだ。翌朝、俺は迷いのない声で、伊調さんに電話をかけた。お引き受けします。本当？嬉しい。これからよろしくお願いします。受話器越しでも伝わる彼女のはしゃぎように思わず口元が緩んだ。入社から3ヶ月後、伊調さんは俺の提案したパッケージデザインを手に取りながら目を輝かせていた。新ブランド、心あでの第一弾商品である美容液のパッケージだ。このデザイン本当に素晴らしいわ。でも、もっと目立つようにした方がいいかとも思いますが。いいえ、このままでいいわ。伊調さんは俺の言葉を遮った。このデザインはただ美しいだけじゃない。手に取る人の心がこのガラスのような曲線に映り込むように見える。使うたびに自分を大切にしている実感が湧いてくる。そんな不思議な魅力があるのよ。その言葉通り、心あでは発売後、SNS で大きな話題を呼んだ。このボトル、
まるで私の心を映してるみたい。デザインに癒される。毎日見るのが楽しみ。こんな美容液初めて。口コミは瞬く間に広がり、初回生産分は発売からわずか2日で完売。急遽、増産体制を取ることになった。発売から1ヶ月後、イチョウさんが資料を広げる。これ、先月の売り上げよ。見てわかる通り、グラフは右肩上がりに伸び続けている。これを受けて、心あでの販売店舗を来月から倍増することが決まったわ。素晴らしいわ、ベニオくん。俺は少し困ったように頭をかいた。いえ、マーケティングチームの分析があったからこそ、ターゲット層のニーズを把握できました。製造部の方々の努力で、このガラスのような質感も実現できた。営業の皆さんも商品の魅力を最大限に伝えてくれて、これはチーム全体の成果です。違うわ。イチョウさんは真剣な眼差しで俺を見つめた。確かに、チームの努力は大きいわ。でも、あなたのデザインには特別な何かがある。魂が宿っているような、そんな強さと優しさよ。イチョウさんの眼差しと言葉に、俺の胸が小さく高鳴った。俺の評価は、会社の中だけでなく、外にも広がっていった。業界誌が感動化粧品の躍進を支える新鋭デザイナーとして、俺を取り上げ、化粧品業界でも新しい才能として注目を集め始めていた。ある日のこと、俺とイチョウさんは平山社長に呼び出された。午後の社長室はいつもより明るかった。社長の声には珍しく愉快な調子が混じっている。先月の売り上げ驚いたよ。特に心あれシリーズの実績は見事だった。社長は引き出しから1枚の紙を取り出した。大手の化粧品専門誌だ。そこには感動化粧品の快進撃という見出しが躍っている。田中くん、君のデザインは人を引きつける魅力があるようだな。いえ、これも皆さんのおかげです。謙遜する必要はない。業界でも君の才能は評価されつつある。社長の声には妙な熱がこもっていた。イチョウさんが照れたように少しだけ顔を背ける。実は新しい企画を考えているんだ。新しい企画ですか？ああ、来月から海外の大手企業と組んで新しいブランドを展開する。心あでを含むこれまでの全ブランドは段階的に縮小、最終的には廃止、新ブランドに一本化する予定だ。その言葉にイチョウさんが息を飲んだ。でもそれは多くのお客様が待ってる商品です。スタッフの皆さんもあの商品に込めた思いがあります。気持ちはわかる。だがこれはすでに決定事項だ。田中くん、君には新ブランドのデザインを全面的に任せたい。社長の声が冷たく響く。新ブランドは完全なラグジュアリー路線。これまでのような人の心に寄り添うといった生ぬるいコンセプトは捨てなさい。とにかく派手に贅沢に、そして他社を圧倒するデザインにしてくれ。来週までに新ブランドの企画書を出してもらう。窓から差し込む午後の日差しが社長の冷酷な表情を照らし出していた。俺は深く息を吸う。すみません。それは受け入れられません。俺は烏山部長から人の心に寄り添うデザインを作ってほしいと頼まれ、この会社に入りました。そのコンセプトを捨てるような真似は絶対にできません。社長の表情が一瞬凍りついた。ほう、部下が社長の命令を拒否するとはな。いいだろう。そう言うと社長は意味ありげな微笑みを浮かべてイチョウさんを見た。ところで烏山部長、実は君の部長就任時の評価について見直しが必要だと前から考えていたんだ。どういうことでしょうか？これまでの実績が本当に君の力だったのか疑問を感じているということだ。社長は机の上の書類に目を落とした。君は優秀な部下たちに恵まれていた。彼らの成果を自分の手柄として報告していただけなのではないのか？それは違います。上司として部下の成果を自分の手柄にするのは簡単だ。自分の立場を利用して他人の功績を横取りしていた。これが君の本当の姿なのかもしれない。そんな人間をうちに置いておくわけにはいかないな。退職してもらおうか。社長、それは明らかなパワハラです。
イチョウさんの顔が真っ青になっていくことに耐えられず、俺は思わず声を上げていた。パワハラ？いや、これは正当な人事評価だ。まあ俺の一存で、これを止めることもできるが、すべては田中君、君の返答次第だ。どうだ？考えを改めてくれるか？社長室に重苦しい空気が満ちる。イチョウさんのこれまでの実績を一瞬で帳消しにする脅し。それは彼女の人生そのものを否定するに等しい。時間をやろう。明日の朝一番までに結論を出してくれ。もちろん、それまでは烏山部長の評価見直しは保留にしておく。社長が口を開く。俺は拳を強く握りしめた。ベニオくん。背後でイチョウさんが俺の袖を掴む。その手がかすかに震えているのが分かった。社長室を出て、二人で無言のまま廊下を歩く。夕暮れの光が窓から差し込んでいた。私のことは気にしないで。エレベーターに乗り込んだところで、イチョウさんが静かに言った。ベニオくんのデザインには信念がある。それをこんな形で曲げてはダメ。でも、そうしたらイチョウさんが。イチョウさんは静かに首を横に振った。長い黒髪が夕日に照らされて綺麗に映える。ベニオくんはね、自分が周りにどれだけの影響を与えているか気づいていないのよ。実は私、ベニオくんに救われたことがあるの。イチョウさんは窓際に視線を向けた。去年発売されたあなたがデザインした優しい手シリーズのパッケージのこと話したでしょ。私ね、あの時本当に悩んでいた。新しいプロジェクトの責任者に抜擢されたばかりで自信が持てなくて。その時偶然ベニオくんのデザインした商品を手に取ったの。デパートの片隅に置かれた小さなハンドクリーム。特に目立つわけでもない商品だったけど、なぜかその日の私の目に留まって。エレベーターの中でイチョウさんはゆっくりと続けた。その日は特に辛い日で、何をやってもうまくいかなくて。でも、そのハンドクリームのパッケージを見ているうちに、不思議と心が温かくなっていったの。デザインの一つ一つがこんなにも丁寧に作られている。手に取る人のことをここまで考えて、それが伝わってきて涙が出そうになったの。イチョウさんは深く息を吸った。気になって制作会社を調べたの。どんな人がデザインしたのかどうしても知りたくて。何度も足を運んで、ようやくベニオくんの存在を知ることができた。控えめで、決して派手なことはしない。でも、一つ一つの商品に確かな思いを込めている。そんなベニオくんの姿勢に、私は本当の優しさを教えてもらったの。到着を告げるチャイムが鳴る。しかし、イチョウさんは話を続けた。それからは、自分も本当に大切なものを見失わないって決めたわ。派手さや数字だけを追いかけるんじゃなくて、一人一人の気持ちに寄り添える仕事がしたいって。だから、私は大丈夫。むしろ、ベニオくんの信念が曲がってしまう方が、私にとってはずっと辛いわ。あの時、私に優しさを教えてくれたデザインが、こんな理不尽な要求で変わってしまうなんて、そんなの、絶対に嫌。扉が開く直前、イチョウさんが俺の方を向いた。その瞳は夕日に輝いていた。私ね、ベニオくんの作品を見るたびに、あの時の決意を思い出すの。だから、今度は私がベニオくんの背中を押す番よ。社長がどんな評価をしようと、私の誇りは誰にも奪えない。イチョウさんの言葉が心の奥深くまで響いてきた。その夜、帰宅した俺は机の前に座り、これまでのすべてのデザインデータを開いた。最初の頃の修作から心当てのデザインまで、一つ一つのファイルにその時々の思いが詰まっている。使う人の気持ちに寄り添うデザイン。それは俺の信念であり、誇りだった。今、社長はそれを根本から否定しようとしている。デザイナーとしての魂そのものを売り渡せと言っているのに等しい。こんなところで諦められるのか。一人つぶやいた声が静かな部屋に響く。イチョウさんは自分の全てをかけて俺の信念を守ろうとしてくれた。その思いに応えるには道は一つしかない。翌朝、いつもより早く出社した俺はイチョウさんの部屋の前で立ち止まった。
朝日が窓から差し込み、廊下に長い影を作っている。ノックの音が今朝は特別に響いた。イチョウさん、お話があります。どうぞ。扉の向こうからいつもの穏やかな声が返ってきた。おはよう、ベニオくん。随分と早いのね。イチョウさんはすでに仕事を始めていた。デスクの上には新商品の企画書が広げられている。俺は一呼吸置いてまっすぐに彼女を見つめた。イチョウさん、俺独立します。部屋の空気が一瞬凍りついたように感じた。社長の要求は受け入れられない。でもこのままじゃイチョウさんが犠牲になってしまう。だからイチョウさんが静かに笑った。やっと言ってくれた。昨日からずっとベニオくんならそう決断するはずだって待っていたの。彼女は立ち上がり、窓際まで歩いた。朝日がその横顔を優しく照らしている。イチョウさん、一緒に来てください。人の心に寄り添うデザインを妥協なく追求できる場所をあなたと一緒に作りたいんです。イチョウさんとならできると思うんです。でも、私が一緒に行けば、社長の逆鱗に触れるわ。だからこそです。俺は声に力を込めた。イチョウさんは自分を犠牲にしてまで俺の信念を守ろうとしてくれた。なら、俺もイチョウさんの誇りを守りたい。それに、イチョウさんがいない会社なんて考えられないんです。そう。イチョウさんは長い間を置いてからゆっくりと俺の方を向いた。ねえ、これって、プロポーズ？いや、突然の質問に俺は慌てて言葉を濁す。しかし、イチョウさんの表情はどこまでも慈愛に満ちていた。冗談よ。でも、本当に素敵な誘い方ね。ベニオくん、私もあなたと一緒に新しい会社を作りたい。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。一度頭を下げたイチョウさんは、すぐに顔を上げると、俺に向かってはにかんでみせた。社長室に一緒に行きましょう。イチョウさんの声にはもう迷いはなかった。俺たちは肩を並べて社長の元へ向かった。社長室のドアを開けると、社長はすでに俺たちを待ち構えていたかのように、ゆったりと椅子に座っていた。結論は出たようだね、田中くん。はい。俺は一歩前に出る。私たちは独立させていただきます。ほう。社長は意外そうな表情を見せたが、すぐに余裕の笑みに変わった。デザインの方向性について社長の意見は受け入れられません。だから逃げ出すというわけか。お前たち本当に分かっているのか？この業界で生き残るということがどういうことなのか。分かっています。俺の言葉に社長は愉快そうに笑った。好きにするといい。ただし、この業界は甘くないぞ。特にお前のような派手なことを嫌う男には厳しい世界だ。うまくいくかな？俺は黙って社長を見つめた。では、辞表を提出させていただきます。俺とイチョウさんが同時に封筒を差し出すと、社長は鼻で笑ってそれを受理した。俺たちが起業した桜デザイン工房の事務所は、駅から少し離れたビルの5階に構えることにした。決して広くはない空間だが、大きな窓からは明るい光が差し込む。独立から3ヶ月。最初は不安だらけだったが、しかし、イチョウさんの人脈と俺のデザインへの評価が少しずつ広がり始め、徐々に仕事が入るようになってきた。ベニオくん、例の穏やかハンドの案件の資料できたわよ。イチョウさんが持ってきた資料には、中小の化粧品メーカーからの依頼内容が詳しく記されていた。この商品、高齢者の方も使うことが多いそうよ。パッケージの文字サイズや開け方にも工夫が必要かもしれないわ。イチョウさんの指摘に俺は深くうなずく。タブレットを手に取り、デザインの修正を始める。大きすぎず、でも見やすい文字サイズ。開け口の形状も握力の弱い人でも扱いやすいように。こんな感じでしょうか。スケッチを見せると、イチョウさんが目を輝かせた。さすが。でも、ここの曲線をもう少し緩やかにすると、お年寄りの方でも開けやすくなるかも。なるほど。俺はペンを走らせ、曲線を少しだけ修正する。ほんの数ミリの違いだが、確かに使いやすさは変わってくるはずだ。
そうやって二人で意見を出し合いながら、一つ一つのデザインを磨いていく。予算は限られているが、だからこそできる工夫がある。ベニオくん、見て。ある日、イチョウさんが小さな商店の写真を見せてくれた。俺たちがデザインした穏やかハンドが小さな化粧品店の店頭に並んでいる。それは大手ブランドの商品に囲まれながらも確かな存在感を放っていた。店頭で商品を手に取ったお客様の9割以上が実際に購入されているそうよ。イチョウさんは販売データを広げた。発売から1ヶ月、予想の倍近い売り上げを記録している。そんなに。お客様の声も届いているの。イチョウさんが見せてくれた感想には、パッケージを見た瞬間に手に取りたくなった。文字が読みやすく、使い方もわかりやすい。なんだか愛着が湧くといった言葉が並んでいた。ここの会社の社長さんからも連絡があってね。次の新商品もぜひうちにって。そこへ事務所のドアが開いた。入ってきたのは近所の雑貨店の店主だった。穏やかハンドのパッケージを拝見して、ぜひうちの店の包装紙も依頼したいと思って伺ったのですが。俺はイチョウさんと目を合わせる。大きな額の仕事ではないかもしれない。でも、一つ一つの仕事に真摯に向き合ってきたからこそ、こうして新しい依頼が生まれているのだ。ご予算に応じて最善の提案をさせていただきます。俺の言葉にイチョウさんが静かにうなずいた。派手さはないかもしれない。でも、これが俺たちの目指す道なのだと、二人とも確信していた。経営が順調に進んでいたある日、イチョウさんが持ってきた案内状を見て、俺は思わず声を上げた。デザインウィーク2024ですか。ええ、新進デザイナーの登竜門と言われるイベントよ。特に今年は海外の化粧品メーカーも多数参加するって。イチョウさんの声には期待が込められていた。うちみたいな小さな会社が参加していいんでしょうか。それが主催者の徳川さんから直接お誘いがあったの。穏やかハンドが思わぬところで評価されていたみたい。展示会まで1ヶ月。俺たちは新作のパッケージデザインの準備に追われた。予算は限られているが、アイデア次第で勝負できる。そう信じて、昼夜を問わず作業を続けた。そしてイベント当日、会場に設けられたブースに、俺たちが今までデザインした商品を展示した。きっと反響があると思います。イチョウさんが最後の配置を確認しながら目を輝かせる。俺も商品を見つめ直す。確かに、ここにあるのは今までの全てを注ぎ込んだ自信作ばかりだ。派手さこそないものの、必ず誰かの心に届くはずだった。しかし、会場から3時間経っても、俺たちのブースの前を通る人は誰もいない。他のブースには次々とバイヤーが訪れ、商談の声が聞こえてくる。が、俺たちのブースはまるで遠巻きにされているかのようだ。おかしいわ。こんなに人が来ないなんて。イチョウさんはつぶやいた後、スマートフォンを操作し始めた。その時、イチョウさんの表情が凍りついた。ベニオくん、これ。イチョウさんのスマホの画面には、レミさんの SNS アカウントが更新されていた。デザインウィーク2024に参加中です。私が厳選した素敵な商品を紹介していきます。奥のブースにある時代遅れでセンスのない某デザイン会社の作品は見る価値なしです。こんなの量産してたら日本の美的センスが心配になっちゃう。投稿にはいいねが殺到していた。コメント欄には相当センスのない会社なんですね。レミさんのお眼鏡にかなわないデザインは淘汰されるべきといった言葉が並ぶ。おや、誰も来ていないようだな。なるほど、効果抜群のようだ。聞き覚えのある声に振り向くと、そこには平山社長とレミさんが立っていた。レミ、SNS の投稿効果的だった。さすがだな。ありがとう、お父さん。私を襲った人がいい目を見るなんて絶対に嫌だったもん。レミさんは嬉しそうに平山社長に寄り添う。お父さんって、レミさんは平山社長の娘さんだったの？イチョウさんの言葉に平山社長は意地の悪い笑みを浮かべる。さて田中君どうだ？独立して正解だったか？平山社長の皮肉めいた声が静まり返ったブースに響く。会場の喧騒がまるで別世界のように遠くに聞こえる。目の前には誰一人として立ち止まらない来場者の流れ。
すべての人が俺たちのブースを意図的に避けているように見えた。イチョウさんが俺の袖をつかむ。その手が震えているのが分かった。これまでの努力がたった一つの SNS 投稿で全て台無しにされようとしている。これが現実なのか。今まで信じてきたもの、積み重ねてきたもの、全てが砂のように崩れ落ちていく感覚。人の心に寄り添うデザイン、その信念はこんなにも簡単に打ち砕かれてしまうのか。その時、白髪混じりのスーツ姿の男性がやってきた。おや、桜デザイン工房のブースに誰もいないとは、これは一体。落ち着いた声に全員が振り返った。デザインウィークの主催者である徳川さんだった。あら、徳川さん。だってこの会社のデザイン、センスがないじゃないですか。だから私、フォロワーの皆さんにも見る価値がないってお伝えしたんです。わざわざ足を運ぶだけ無駄ですもん。レミさんが愛想よく微笑む。すると、徳川さんは眉を潜め、俺たちのブースに展示された作品群をじっと見つめた。はあ、田中君の作品にセンスがないと、本当にそう思うのかな。ええ。張り詰めた空気に、レミさんの表情がこわばる。すると徳川さんは、にやりと笑った。皆さんご存じないのかな。田中君は24歳という若さで、世界でも最も権威あるパッケージデザインの賞である、パッケージデザインアワードで、最優秀賞を受賞した天才デザイナーだよ。その言葉に、レミさんの顔から血の気が引いていく。その後も、数々の賞を総なめにした実力者。しかし突然表舞台から姿を消した。私はずっと気になっていたんだよ。だけど桜デザイン工房の作品を見てすぐに分かった。あの温かみのある曲線。使う人の気持ちを第一に考えるアプローチ。紛れもなく田中君の作品だとね。そんな、まさか。レミさんの声が震える。その時、彼女のスマートフォンから通知音が次々と鳴り始めた。あ、画面を見たレミの顔がみるみる青ざめていく。何事かと首をかしげる俺に、イチョウさんが先ほど見せてくれたレミさんの SNS の画面を見せてくれた。これ、パッケージデザインアワード最優秀賞の田中紅夫さんの作品じゃないですか。私、田中さんの作品を今でも大切に持ってます。このデザイン、間違いなく同じ方の作品。レミさん、よくわからないのに批判するのはどうかと。田中さんの作品を時代遅れって、レミさんデザインの歴史も知らないの？反論のコメントは瞬く間に広がり、そこにつけられたいいねの数が元の投稿をはるかに超えていく。嘘。ちょっと待って。さっきの投稿は削除して。レミさんが一生懸命スマホを操作するが、もう手遅れだった。さっきの投稿削除したんですか？スクショありますけど。インフルエンサーの影響力を勘違いしてない？本物の才能を見る目がないなんて、フォロー外します。レミさんのスマホからの通知音が鳴りやまない。レミさんのフォロワー数がみるみる減少していく。お父さん。レミさんが助けを求めるように平山社長を見上げた。平山社長は冷ややかな目で周囲を見渡すと、突然低く笑い出した。面白い展開になったものだ。ここまで来たらもう隠す必要もあるまい。すべては計画通りだったんだがな。計画？俺の問いかけに平山社長は意味ありげな笑みを浮かべる。そうだ。レミがお前に襲われたという証言は嘘だ。私がそういうように指示をした。証拠の動画も偽造したものだ。あれをきっかけにお前を前の会社から追い出し、どん底まで追い込む。そうすれば烏山くんがお前をスカウトするはずだと、そう読んでいた。彼女の性格からして窮地に立たされた優秀なデザイナーを見過ごすはずがない。そんな、まさか。イチョウさんの声が震える。烏山くんは何も知らなかっただろう。当たり前だ。お前は俺の計画のただの駒だったのだから。平山社長はまるで楽しい思い出話でもするように口角を上げる。きっかけはレミが暴漢に襲われたことだった。あの夜レミの帰りが遅かった。何があったのか尋ねると、暴漢に襲われたが親切な人に助けてもらったと言うから、誰に助けてもらったのか聞いたんだ。そしたらレミが名刺をもらったと見せてくれた。それがお前のものだったんだよ、田中くん。平山社長は俺を見つめた。その目は
獲物を捕らえた狩人のようだった。その瞬間に思いついたんだ。お前を罠にはめる完璧な計画をな。お前が勤めていた前の会社は、レミのインフルエンサーとしての影響力を必要としていた。そんなレミの証言なら、誰もが疑わない。そうやって追い詰めて、感動化粧品にお前を引き込む。そして、お前を搾取してやろうと考えたんだ。なぜ、そこまで私に執着するんですか？俺の問いに、平山社長の表情が一瞬歪んだ。お前がパッケージデザインアワードを受賞した頃、俺は妻の緑とブランドを立ち上げようとしていた。緑はトップモデルとして一世を風靡した女性だった。その美しさと才能を生かして、ハイジュエリーのブランドを作ろうとしていたんだ。平山社長は遠くを見るような目をした。だが、決定的に足りないものがあった。それがパッケージデザインだ。ジュエリーは見せ方が全て。箱を開けた時の感動がなければ、最高級ブランドにはなれない。平山社長は俺をじっと見つめた。そこで目をつけたのがお前だった。24歳で最優秀賞を受賞した天才。これほどふさわしい人材はいないと思った。すぐにメールを送った。破格の報酬も提示した。あの時の、俺はおぼろげな記憶を手繰り寄せていた。確かに、そんなメールを受け取った覚えがあった。緑も、お前のデザインに惚れ込んでいた。この人のデザインなら、私たちの夢を形にできるって。緑はお前のデザインに全てをかけようとしていたんだ。俺たち夫婦の夢、緑の輝きを永遠に残せる最高級ブランドの設立。それを実現できる最後のピースがお前のデザインだった。だがお前は断った。平山社長の声が震えていた。ブースに重い沈黙が落ちる。俺は静かに言った。思い出しました。俺は確かに平山と名乗る方からデザインの依頼のメールをもらった。だけど、やりとりしていくうちに違和感を覚えたんです。言葉の端々にデザイナーを所詮道具にしか思っていない。金があれば誰でも動く。そういった他者を踏み台にする考えが見え隠れしていました。それが何か？ビジネスは弱肉強食だ。才能のある者が無能な者の上に立つのは当然だろう。違います。俺は強く首を振った。デザインは人の心に寄り添うもの。金と権力で人を支配しようとするあなたと、俺のデザイン哲学は決して相入れない。だから、お前は結局俺に会うことなく、メールで断ってきたんだな。俺がうなずくと、平山社長の表情が歪んだ。それこそが全ての崩壊の始まりだった。お前がデザインを担当することを前提に、俺は大型スポンサーと契約を結ぼうとしていた。断られた時点で一気に信用を失った。そして緑は自分の価値を最大限に生かすには、俺よりも誠実な人々に囲まれた環境が好ましいと言って、俺とブランドを立ち上げることをやめた。それが俺たちの仲を引き裂き、ついには離婚にまで至ったんだ。レミさんが小さく息を飲む。平山社長は拳を握りしめた。お前が申し出を断ったことで、俺のビジネスチャンスは消え、緑との関係も修復不能なまでに悪化した。ブランドも家庭も全てを失った。全てお前のせいだ。お前があの時断らなければ、俺は何も失わずに済んだのに。平山社長の声がブースに響き渡る。その目は、もはや憎悪に濁っていた。だから決めたのさ。お前を徹底的に追い詰めてやろうと。まずは社会的に抹殺する。そうして、どん底まで突き落とす。レミの証言で無職に追い込んだ時のお前の表情を見たかったよ。平山社長は、まるで懐かしい思い出でも語るように口調を変えた。俺が味わった屈辱を思い知らせてやりたかった。お前が拒んだ俺の提案に逆らうとどうなるかを分からせてやりたかった。そうして、お前が這い上がれない場所まで落としたところで、今度は救いの手を差し伸べる。そうやって、俺を屈服させようと。そうだ。才能もプライドも、すべてを俺に差し出させる。俺の手下として、永遠に縛り付けておくつもりだった。お前の才能を絞り取って、俺の思い通りに使う。その成果をすべて、俺のブランドビジネスに注ぎ込むつもりだった。失った財と名誉、すべてを取り戻す。そのための踏み台としてな。そうすればあの時の屈辱も、緑との別れも全てが報われると思ったのさ。平山社長は、陶酔したような表情を浮かべる。俺は証明したかったんだ。金と権力さえあれば、どんな才能でも思いのままに操れるとな。
お前という輝かしい才能を、この俺の足元に従えることで、緑に見せつけてやりたかった。かつて失った尊厳も、ビジネスチャンスも、すべてをこの手に取り戻すためにな。平山社長の声には、どこか狂気じみた響きがあった。俺はイチョウさんの方を見た。彼女の表情には、深い悲しみが浮かんでいた。自分が知らないうちに、平山社長の計画の一部として、利用されていたという事実が、彼女の心を痛めているように見えた。まだ遅くはない、田中君。今ここで、俺に謝罪して従うなら、今回の件は全て水に流そう。お前の才能は確かだ。俺の下で存分に生かしてやる。報酬だって、破格のものを用意する。平山社長が一歩、俺に近づく。考えてみろ。この業界で生き残るには力のある後ろ盾が必要だ。俺なら、お前の望むものは何でも用意してやれる。ただし、絶対服従が条件だがな。平山社長の声には、支配欲と執着が滲んでいた。その時、レミさんが平山社長の前に立った。お父さん、もうやめて。黙っていろ、レミ。いや。平山社長の顔が、一瞬にして憤怒に染まった。何を言うんだお前は。娘が父親に逆らうというのか？俺の娘なら、俺の思い通りに動くのが当然だろう。嫌だって言ってるでしょ。レミさんは、震える手でスマホを握りしめながら、叫ぶように言った。これ以上自分の気持ちと違う投稿なんてしたくない。お父さんの指示通りに誰かを傷つけるような投稿なんてもうできない。涙がレミさんの頬を伝う。その声は次第に強さを増していった。レミさんは深く息を吸った。知ってる？私が SNS を始めたのはお母さんに見て欲しかったから。離婚した後、お母さんはずっと私を心配してくれてた。だから私、SNS を始めたの。毎日笑顔の写真を投稿して、楽しそうな様子を見せて、お母さんに大丈夫、私は元気だよって伝えたくて。平山社長の表情がこわばる。最初は本当に楽しかった。フォロワーが増えていって、自分の言葉で誰かを励ませるようになって。お母さんも、レミらしい素直な投稿ねって喜んでくれてた。レミさんの声がかすれる。私、本当は芸能の道に進みたかったの。お父さんも知ってたでしょ？小さい頃からお母さんみたいなモデルになりたいって言ってた。学校の演劇部で主役をやった時も、お父さんとお母さんは一番前の席で見てくれて。そこでレミさんは一度言葉を切り、深く息を吐いた。離婚が決まった時、お母さんは私のことを考えて、お父さんに引き取ってもらうことを提案してくれた。お父さんなら人脈も豊富だし、芸能界にだってつながりがある。私と地方で暮らすよりきっと可能性が広がるはずって。そして約束したの。いつか私が舞台に立ったら、一番前の席で見に行くって。だから私、お母さんとの約束を信じてお父さんと暮らすことを選んだ。ブースに重たい空気が流れる。レミさんは言葉を続けた。でも結局、お父さんは私を芸能界に行かせてくれなかった。代わりにインフルエンサーとして利用して、最初はお父さんの言うことを聞いてれば、いつか夢が叶うと思ってた。でも違った。お父さんが望んでたのは、自分の思い通りになる道具でしかなかったの。お母さんとの約束も、私の夢も、全部お父さんの都合のいいように変えられていった。レミさんは一瞬言葉を切り、平山社長の顔を見つめた。昔は違ったのに、昔のお父さんは私の夢を応援してくれた。モデルになるための練習に付き合ってくれて、オーディションの情報も集めてくれた。それなのに。レミさんが拳を握りしめた。その手は震えていた。そのまま、彼女は平山社長を見据える。もしこれ以上私を利用しようとするなら、今までのこと全部ばらす。SNS での嘘の投稿も、お父さんの指示で誰かを陥れたことも全部、私のフォロワーたちに事実を話す。これまでどんな指示をされて、誰を傷つけてきたのか、すべてを。その言葉に、平山社長の動きが止まった。お前、そんなことをすれば。わかってる。こんなことをしたら、私のキャリアだって終わる。でも、もう嘘はつきたくない。お父さんの道具にもなりたくないの。平山社長の顔が青ざめていく。俺はただ、家族で暮らしたかっただけなんだ。緑が出て行った時、お前は、
私についてきてくれた。あの時私は誓ったんだ。必ず緑も取り戻すと。平山社長はうつろな目で遠くを見つめる。だから会社を大きくした。インフルエンサー事業も軌道に乗せた。お前の知名度も上がって収入だって増えた。このまま成功すれば、緑だって私たちの元に戻ってくると思った。俺はただそれだけを考えて、もう一度家族で暮らす。そのことを願って。言葉が途切れる。平山社長の肩が小刻みに震えていた。レミさんが悲しそうな目で平山社長を見る。お母さんが望んでいるのはそんなことじゃないの。会社が大きくなることでも、成功することでもない。お母さんはね、ただ私たちが変わることを願ってるの。レミさんの声が静かにブースに響く。平山社長の表情が揺らぐ。この前、お母さんと電話で話したの。その時お母さんが言ってた。私の SNS を見てると最近の投稿に違和感があるって。まるで誰かに強要されているみたいで私らしくないって。レミさんはゆっくりとスマートフォンをしまいながら続けた。お母さんはいつも言ってた。人を利用して得た成功なんて何の価値もない。本当に大切なのはお互いを認め合い、高め合える関係を築くことって。お父さんは昔から人を思い通りに動かそうとしてきた。でも、それで本当に幸せになれた人はいないでしょ？お母さんだってきっとそれが辛かったはず。私ももう限界なの。その言葉に平山社長の方を一筋の涙が伝う。お父さんまだ変われるはずよ。お母さんが望んでいるのはそんなお父さんの変化。誰かを支配したり利用したりしなくても幸せになれるって気づくこと。昔はあんなにも家族思いだったじゃない。平山社長は両手で顔を覆い低くうめくようにつぶやく。頭の中にはかつての穏やかな日常の数々が鮮明に蘇っていた。緑と笑い合い、レミと一緒に海へ出かけ、写真を撮り合った思い出。レミが初めて舞台に立った日のこと。あの時拍手を送りながら、何よりも彼女の夢を応援すると誓った自分。それらがまるで走馬灯のように浮かんでは消えていく。一度全部失ってから、俺は復讐とも執念とも言えない何かに取り憑かれていたんだ。すべてを取り戻すためなら、どんな手段だって正当化できるって。唇を噛み締める平山社長の目には、もはや先ほどまでの狂気はなかった。そこにはただ、取り返しのつかない過ちを繰り返してしまった男の、痛々しいほどの後悔が浮かんでいる。レミ、お前にも、緑にも、本当になんてことをしてしまったんだ。絞り出すような声。そこには深い後悔だけが溢れていた。ブースの空気が少しずつ変わっていく。張り詰めていた緊張が静かな希望に変わっていくのを誰もが感じていた。平山社長は両手を顔から離すと、ゆっくりと顔を上げた。田中君、烏山君、申し訳ない。俺は取り返しのつかないことをした。君たちの人生を俺の我欲のために翻弄して、本当に申し訳ない。平山社長は震える足で一歩俺たちに近づくと、深々と頭を下げる。その言葉を聞いて、レミさんも一歩前に出た。ベニオさん、本当に申し訳ありませんでした。あの夜、私を助けてくれたベニオさんの優しさを、こんな形で裏切ってしまって、父の指示とはいえ、私にも意志はあったはず。でも、逆らう勇気もなく、本当に申し訳ありません。レミさんも深く頭を下げる。平山社長は一度深く息を吸った。今日のことは記者会見で正式に説明させてもらう。田中君と烏山君への妨害行為、そして私のすべての違法行為について社長も退任し、別の者に任せることにする。言葉を終えると、父親は徳川さんにも謝罪の言葉を述べた後、並んで会場を後にしていった。その後ろ姿にもう以前のような重苦しさはなかった。イチョウさんが小さくため息をつく。さあベニオくん、私たちの仕事を始めましょうか。みんな私たちの作品を見たいって待ってくれているわ。イチョウさんの言葉に周りを見ると、いつの間にかたくさんの人が集まっていた。俺はブースに展示された作品群に目を向けた。そこには俺たちが心を込めて作り上げた
人々の暮らしに寄り添うデザインの数々が並んでいる。窓の外から差し込む陽光が、俺たちの手がけた作品を優しく照らしていた。デザインウィークから1週間後、平山社長は記者会見を開いた。そこで全ての違法行為を認め、自ら警察に出頭。商取引の不正や SNS を使った誹謗中傷の教唆など、数々の罪が明らかになった。その後の経緯は、イチョウさんを通じて耳に入ってきた。レミさんは、この一件について、自身の SNS で真実を語ったという。父の指示による嘘の投稿や、俺を陥れた一件について、すべてを告白したそうだ。レミさんの SNS は、フォロワー数は大幅に減少したものの、投稿は引き続き更新されている。以前のような作られた明るさではなく、素直な言葉で綴られた内容に変わっていった。一番印象的だったのは、レミさんの最新の投稿だ。母と話し合いました。これからは本当の自分の夢を追いかけていこうと思います。応援してくれる皆さん、ありがとう。イチョウさんの話によれば、みどりさんは警察署に行き、平山社長と面会したそうだ。3人それぞれが新しい一歩を踏み出そうとしている様子に、俺は胸をなで下ろした。ベニオくん。デスクで仕事をしていると、イチョウさんが新しい案件の資料を持ってきてくれた。平山家の一件は、これで一段落ね。ええ。俺は静かにうなずいた。窓の外では、春の柔らかな日差しが差し込んでいた。それから半年が経った。ベニオくん、見て。イチョウさんが嬉しそうに新聞を広げる。業界誌の一面に、桜デザイン工房躍進という見出しが踊っていた。俺たちがパッケージデザインを手掛けた穏やかハンドの売り上げは前年比 150% を記録。特に高齢者層からの支持が厚く、使いやすさ、わかりやすさで高評価を得ているという。また、地元商店街の包装紙デザインは温かみがある。思わず立ち寄りたくなると SNS で話題になっていた。その評判を聞きつけ、和菓子店や地酒メーカー、さらには老舗の調味料メーカーまで次々と依頼が舞い込んできた。どれも長年変えていなかったパッケージを現代に合わせてリニューアルしたという依頼だ。この前の醤油メーカーさん、すごく喜んでくれましたよね。イチョウさんが嬉しそうに言う。確かにあの依頼は印象的だった。100年以上続く老舗の伝統は守りながらも、若い世代に手に取ってもらえるデザイン。俺とイチョウさんで何度も話し合い、試行錯誤を重ねた末の作品だった。パッケージを変えただけなのに、若い夫婦のお客様が増えたって、嬉しいよね。一つ一つは小さな仕事。でも、その商品を手に取る人の笑顔を思い浮かべながら、デザインできることが何よりの幸せだった。これもイチョウさんのおかげです。もう、いつまでそんなこと言うの？2人の成果だっていつも言ってるじゃない。イチョウさんが微笑む。あ、そうだ。今日は差し入れがあるの。この前デザインした和菓子屋さんからよ。ベニオくんのデザインのおかげで、若いお客様が増えたって喜んでいたわ。一緒にお茶にしましょう。イチョウさんがバッグから小さな紙袋を取り出した。中には桜の形をした可愛らしい上生菓子が入っている。事務所の小さなテーブルに向かい合って座った。窓の外では街灯が灯り始めていた。ベニオくん。はい。私ね、本当に幸せなの。思いがけない言葉に、俺はイチョウさんを見つめた。毎日こうして、ベニオくんと一緒にお客様の気持ちを考えて、デザインを作って、こんな素敵な時間が過ごせるなんて。イチョウさんの方がわずかに赤みを帯びている。俺も、なぜだか胸が温かくなるのを感じていた。俺も、言葉が詰まる。でも伝えなければ。俺もイチョウさんと一緒に仕事ができて幸せです。夜の帳が降りていく街並みを背景に、俺たちの影が寄り添うように伸びていた。イチョウさんとの出会いを通じて、俺は確信を持てた。人の心に寄り添うデザイン。それは派手ではないけれど、確かな温かさがある。目立たなくても、商品を手に取る一人一人の笑顔のために、誠実に向き合うことが大事だと。派手さや権力、一時の利益のために人を利用する生き方は、結局誰も幸せにしない。それは平山社長の姿が教えてくれた。今、俺たちの仕事は着実に実を結んでいる。それは数字や名声から来るものではなく、
人々の日常に寄り添えているという確かな幸せから来るものだ。本当の価値は誠実さと思いやりから生まれる。俺はそう信じている。